皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber ナンバーセブンことナナが電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。光を切ったら無限の光が生まれる？真空の量子揺らぎ改めて実証される。オスロ大学の研究チームは光パルスを高速の光シャッターに通過させ、理論上光子を分断する状態を作り出す光学実験系装置を構成して実験を行ったところ、装置内において光子の量子状態が無限個の光子の重ね合わせ状態になることを確認しました。これにより場の量子論において理論上想定されている真空エネルギーによる量子揺らぎが改めて実証されることとなりました。はい、量子がどういう概念なのかを知っていればこれだけですぐわかる。知らないと何を言っているのか完全に意味不誤解なき一般理解の大きな壁をぶち破るべく、当チャンネルが特に力を注ぐ量子力学のお話です。さあ、今回のこの回文は一体どんなことを言っているのでしょうか。オスロ大学の研究チームの人たちは多分こんな感じのことを考えました。素粒子をぶった切ったらどうなるのか知りてえ。原理的にそんなことはできんのやけど、素粒子って完全に量子化しとるから波としての性質が顕著なわけやん。そしたらやな、ぐっそ速い速度で開閉するシャッターを使ってタイミング的に素粒子1個分の波を途中で分断するような装置を作ったら、理論上は素粒子をぶった切ったみたいな状況を再現できるんやないかな。そんなことしたらどうなってまうんや。よし、ものは試しや。この状況を再現しやすいと思われるみつこでやってみるで。なんつうかロマンがないつうか、量子力学の基礎的によくよく考えたらそうですよねって感じになったな。この装置がしとることは、存在確率の広がりにただポテンシャル障壁を瞬間的に介入させとるだけいうことになるから、みつこ1個分の波速で考えた場合、シャッターの手前の存在確率の波はシャッターが開いた時に波動として反対側に移動するし、トンネル効果を考えると、そもそもシャッターの開閉に関係なく存在確率が広がっとる。結局、観測をすると一つのみつこがシャッターを挟んだどちらか片側だけに現れることになる。これやと、ぶった切るとかに関係なく、装置の中でただみつこの存在確率が広がっとるだけと変わらん。ちっちゃい2つのみつこになったり、未知の状態のエキゾチックみつこが現れたり、そんなことにはならんわけないやな。当たり前か。みつこは現実やな。いやちょっと待てよ。量子状態として分析した時のこの分布の仕方は、これ、みつこの状態が無限に重なり合っとるやんけ。これはつまり、みつこをぶった切るような操作をした場合、量子状態でのイメージとしては、無限に新しいみつこが生まれるってことや。こんなんみつこやなくてと見えやんけ。これはどういうことや。いくら量子やからって情報は保存されんとあかん。みつこが無限増殖するいう情報のエネルギーはどこから来るんや。そっか、真空エネルギーか。これによる量子揺らぎがそういう情報として顕在化するんやな。これはおもろい発見したね。単一やなくて複数のみつこが絡む場合や、質量のある電子でも同じ感じになるのか、もっと拡張して調べてこか。オスロ大学の研究者の人たちは、その定義上、原理的にそれ以上分割できない素粒子を、性質の一面を利用して理論的に分割するようなことをした時に何が起こるのか、ということを調べました。詳しくやるとまた納期が1週間延びますので、以前配信した動画を参考にしていただきたく、今回ははしょって研究内容へと飛びますが、素粒子というのはその定義上基本的に完全に量子化しており、その局所実在性が限界ギリギリな代物のため、分割するという概念自体が通用しません。それより小さくなるとか、それが分かれるという事象自体が観測不可能なので存在しません。
しかし粒子であり波でもあるという量子の性質上、その波を途中で遮断するということは装置を工夫すればなんとなくできそうなイメージではあります。それを光子を使ってやってみたというのが今回の実験になります。量子力学の平等をある程度知っている場合、量子の波は存在確率の波と考えられるので、それを途中でぶった切るような操作をしたところで、結局その装置内においての単一光子の局所実在性という観点においては変化はなく、分断のタイミングによって多少その両側での存在確率に変化が見られるか、またはトンネル効果によりほとんど違いがわからないと予想できたりもしますが、結果は予想外のものとなりました。光シャッターを用いた光パルスにおける光子1つ分の波速の分断は、これを事後に観測した場合、シャッターを挟んだどちらか片側に光子1つ、もう片側はただの真空という結果になりました。このこと自体は先ほど述べたように、シャッターの存在に関係なく装置全体に単一光子の存在確率が分布していることと変わりません。しかし、この結果の繰り返しの分布を量子状態として詳しく分析したところ、その存在確率の分布は単一の光子ではなく、分断の影響により無限個の別の光子を生み出しているような状態を示していたのです。しかし量子状態とはいえ、情報は保存されなくてはいけません。単一の量子粒子がそれに相当する保存測的バックグラウンドもなく無限に増殖するというのは量子力学にすら反しているわけですね。そこで考えられたのが、量子力学の基礎原理の一つ、不確定性原理により導き出された空間それ自体がエネルギーに満ちており、何の物質がなくても常に量子が揺らいでいるとする真空エネルギー及び量子揺らぎの考え方でした。これなら私たちが観測できる宇宙とは別の領域の無限のエネルギー量を関与させられるので、理論的に OK となるわけです。この辺もっと詳しく知りたい方や、何急にスピッテンのついてけねえって方は、例のごとく納期が伸びちゃうので過去動画をご覧ください。この真空エネルギーと量子揺らぎについては過去に別の実験にて実証がいくつかなされていますが、今回の実験はこれを改めて実証したという側面も持つということになります。また、量子系の振る舞いは観測者が持つ情報に依存するという考えを、物理哲学的な考えとして量子ベイズ主義、通称キュービズムと言いますが、この考え方についてもさらに裏付けを追加したものと言えるでしょう。そんなわけで、今回の光子ぶった切り実験では、量子力学において一位的には予想外ながらも、量子論全体としてはその整合性をより強固にした実験となります。研究チームはこの発見をもとに、今後、複数の光子が影響し合う場合にどうなるかや、質量のある電子でも同様の結果が得られるのかどうかということに研究を進展させていくようです。今後どんな発見があるのか、どのように従来理論と整合性が合っていくのか、あるいは予想外すぎて根本から理論が覆るようなことがあるのか、大注目の研究ですね。なお、重大な誤解を避けるために途中で軽く触れたことを再度説明しますが、この実験では実際に観測できる光子が無限個に増えるということではありません。あくまで量子状態で考えるとそうなるということであり、観測を行うと単一の光子はシャッターを挟んでどちらか片方に一つだけ観測されることになります。そこのお前、光子1個分の量子状態は光子無限個分だぜ、みたいな感じにはならず、無限の真空エネルギーを取り出して永久期間ができるということではありません。ということは、この宇宙に永久期間はできないけど、この宇宙そのものは永久期間で、観測者の認識が許す限り無限に膨張していくのか？いや待てよ、そもそも宇宙には外側が定義できないから、永久期間という概念自体が適用できない。期間として定義できない宇宙とその一部である私たちって本当に存在してると言えるの？存在って何？なんて妄想がはかどったりしますが、収集がつかなくなるので今日はここまで。今回の引用論文と関連動画は概要欄に貼っておきます。もっと掘り下げて知っていきたい人はどうぞご覧ください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。